今日も日本語を聞いている。素晴らしいです。この間友達のインタビュー動画、それを YouTube に上げました。その友達はイタリアに行って、モデル活動をする、そのために、頑張った。そしてイタリアに着いたらいろいろなことがあった。日本と海外の違い、働き方の違い、そういうことを話してくれたんですね。そしてその動画は実は2年前に撮ったんです。撮影したのは2年前です。結構前ですね。なので僕がこの前動画を作って彼女に送りました。これで見てください。見て変なところがあったら、変えたいところがあったら教えてね。そういうふうに言いました。そしたら彼女は、送ってくれました。とってもいいですね。一つ自分の言葉で気になったことがありますと。ね。そこを変えたんですね。で、それは考え方が変わった部分でした。2年前の自分と今の自分、考え方が変わってますね。昔って私そんな風に思ってたんだ。昔の私ってそんなところで、喜んでたんだ。そんなところで泣いてたんだ。そこで怒るんだ。いろいろありますね。2年前の自分の日記読んだことがありますか？ 2 年前の自分の動画見たことがありますか？ 2 年前の自分の手紙、誰かに書いた手紙読むと面白いですね。自分が変わったところがわかる。2年前の僕は日本語話せなかった。でも今日本語を聞いたらわかるとかね。この時はあの友達と毎日会っていた。全然今はあの人と会ってないな。元気かな。2年前先生が言っていたことわからなかった。何言ってんのこの先生。この先生何を言ってるんですか。そんな風に思っていたけど、でも2年前の自分と今は違う。今はわかる。あの先生が言ってたことを確かに合っていたな。今の自分ならわかる。そういうね、いろんな変化がありますよね。面白い。うん。だから毎日ね、日記を書いてる人もいると思います。僕は毎日は書けません。続けられません。えーかそんなに頑張れないね。でも時々書きます。思い出した時に書く。でその時のものを見ると、例えば同じことをずっと言ってたりします。変わらないこともあります。例えば僕はね、今日はどんなご飯を食べるか迷ってしまった。ラーメンを食べるか、寿司を食べるか、店屋に前に行ってメニューを読む。醤油ラーメン850円、味噌ラーメン900円、ラーメンと餃子のセット1100円。高いな。よし、ちょっと違う店も見よう。おにぎりの店行こう。よし、おにぎり屋さん。おにぎり1個、280円。ちょっと高いな。
鮭おにぎり390円。これはいくらかな。ちょっと高いな。よし、違う店に行こう。ハンバーガーのお店に行こう。なんてね。そんなちょっとのお金を減らすために、自分の時間を20分使う。30分使う。昔そんなことをしていました。ね今も時々そういうことをしてしまいます。1100円。ランチに1100円か。どうしよう。そんな払いたくない。でも、栄養も取りたい。野菜も食べたい。でも高い。どうしよう。なんつってね。それはね、やめましょう。OK さん。やめてください。これからはそんなことはしないでください。いいですか。2年後の OK さん。あなたそんなことをやってる時間はありませんよ。ね。もっともっと、ポッドキャストを作りなさい。その20分でポッドキャストを話しなさい。ね。何やってる？ご飯迷ってる暇があったら、文法を勉強しなさい。ね、OK さん。もっと、たくさん、字幕を作りなさい、OK さん。とかね。だからいろんな時間の使い方はありますね、人によって。はい。それでね、最近ね、あともう一個動画を上げたんですよ。YouTube にね。初めて英語で動画を上げました。びっくりしたというコメントももらいました。そうですよね。このポッドキャストは YouTube、そして音声だけで Spotify や Apple Music などにもアップロードされていますが、それを見ていない人、ね、YouTube では、YouTube でポッドキャストだけを見ている人もいます。ね、その人が動画を開いたら、僕がいきなり英語を話し始めた。ね、それびっくりですよね。はい。でもね、面白かったです。僕はいろんな動画を作って、いろんな方法で皆さんが日本語を聞く機会を増やす、そういうことをやりたいんですね。その動画で僕は何をしたかということなんですけれども、日本人が日本人の発音を真似する。日本人が日本のネイティブスピーカーと同じ話し方ができるのか、そういう YouTube を作りました。なぜかってそういうビデオがないからですね。あんまり見たことないですね。よく外国の人が日本語の発音勉強するとか、日本人が英語の発音を勉強する、そういうのはよくあります。でもそれをネイティブがやったらどうなるのか、ね、それはきっと皆さん興味があるんじゃないか、そういうふうに思って、作ってみましたね。あのいろんな動画の、例えば友達という言葉があったら、いろいろな人が言っている、いろいろな人の友達の言い方、それを僕が聞いて真似する、そういうことをやっていましたね。僕は英語の勉強はずっとしています。20年ぐらいしてるのかな。ちっちゃい時からしていますから。だから結構発音の練習はしたんですね。発音に一番興味があったかもしれませんね。まあきっとね、皆さんはね、グラマー、文法と単語をたくさん勉強している人が多いんじゃないかな。そしてその次にリスニングで、最後に発音。そういう順番ね、それぐらいのバランスで勉強する人が多いんじゃないかななんて思いますけど、僕は音楽も大好きだから音に興味がある、そういう意味で発音もたくさんやってるんですね。だから
あのきっとあなたの日本語を聞いたらいろいろあのその発音はこうだよっていうことはできると思うんですね。うん。あ、その音はそのピッチアクセントはこうだね。だからこういう風だよ。その「あ」をもっと「お」みたいに言うと、日本語に近くなるよ。そういうことは助けられると思うんですよね。うん。まあそういうシャドーイングのコースじゃないですけども、そういうのもちょっとやってるんです実は。うん。今ちょっとだけやっていて、教えてる生徒さんがいるんですけど、その人と一緒にやってね、その人がシャドーイングを送ってくれて、僕がそれを聞きます。そしてあじゃあここはこういうふうに言いましょうっていうのをね始めました。うん。面白いですね。ね、僕が喋ったテキストを作って、それを読んでもらうっていうことをやってるんですけど、うん、すごくね勉強になるし、その人の力になる、助けになる、それが面白いななんて思っております。そういうシャドーイングに興味があるという人は、僕にインスタグラムでメッセージ、それから YouTube に書いてある、メールにメッセージ送ってくださいね。それではまたお会いしましょう。